知床のウトロでは知床岬クルーズ船が、羅臼ではホエールウォッチングが決行でした。そのため少し早めに知床を後にして次の目的地の釧路に向かいます。その途中で何か所か寄り道をしました。最初に立ち寄ったのは美幌峠です。最初は絶景が有名な展望台に向かいます。展望台は岩でゴツゴツしていました。曇り空ですが、なんと素晴らしい見晴らしなんでしょう。屈斜路湖に浮かぶ中島がドンと構えています。青空だとさらに美しい景色なんでしょうね。前回は濃霧で何にも見えませんでした。今回は屈斜路湖がちゃんと見えて満足です。駐車場の横にある建物が道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠です。1階にはラーメン店や揚げ芋店など、その他にベーカリーやコーヒーショップ、アパレル&雑貨ショップもありました。特に八花湯や結晶が売られていたのが珍しくて思わず購入してしまいました。2階は展望休憩室でした。ここでもスタンプをゲットしました。次に向かったのは海洋台です。海洋台は標高270メートルの丘の上にある展望台です。武佐岳部分を除く330度の大パノラマを見ることができます。何はともあれ、まず一周してみます。こちらが網走方面です。こちらは釧路方面です。奥が中標津市内です。左上が野付半島方面です。そして羅臼方面です。これで一周終了です。ここのコンセプトの通り、地球が丸く見える場所でした。さらに車を走らせて向かったのは霧多布岬です。霧多布岬は東仏岬の通称です。まずは駐車場から東仏岬灯台を目指します。霧多布岬に来たのは素晴らしい景色を見る以外に理由があります。ここでは日本で珍しく野生のラッコが見れるそうです。
なので海で泳ぐラッコを見たくてやってきました。それではラッコを探しながら進んでいきます。少し歩いては海を眺めてラッコを探すの繰り返しです。念のため岬の逆側もチェックします。しかし全然見つかりません。動物岬灯台が見えてきました。この灯台は北海道随一の実光高度82万カンデラを誇ります。この灯台も恋する灯台に認定されています。灯台横をさらに先端に向けて歩きます。灯台裏からもラッコを求めて海を眺めました。しかし見つけられません。岬の先端が見えてきました。先端に到着です。ここでも皆さんラッコを探しています。沖ノカムイ湾には海鳥がいっぱいでした。この岩はこけし岩です。確かにこけしに見えるかも。それからも懸命に探しましたがラッコは見つかりません。地元の方が1匹泳いでいたと話されてました。一瞬何かいると思ったらただのブイでした。結局今回はラッコは見れませんでした。残念。気を取り直して向かったのは涙岬です。何もない草原を歩いて涙岬へは約8分、立岩へは約10分かかります。ここが涙岬と立岩の分岐点です。まずは涙岬に向かいます。途中にある見晴らし台に着きました。見晴らし台からは迫力の景観です。さらに奥に進んでいくと涙岬展望台です。この岩は乙女の涙と呼ばれています。嵐の海に飲まれたあっけしの若者に恋する乙女の泣く姿が岩になったと伝えられるのが由来です。
岩場は波でかなり浸食されています。展望台の反対側に行くと、海にそびえ立つ立岩が見えました。道すらよく見えない原っぱを歩いて、遠くに見える立岩に向かいます。ここが立岩に一番近い場所です。立岩の高さは約40メートル。波や風によって削られた大きな海食中岩です。何とも不思議な岩でした。この日は一日中天候に恵まれず、移動距離も長かったですが、なんとか釧路市内に入りました。次回は釧路湿原を見てから次のポイントに向かいます。今回もご覧いただきありがとうございました。北海道の旅はまだまだ続きます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。